여러분안녕하세요、しゅうせいみだ。本日なんですけど、本日は毎日3分のセルフケアで10歳若返る、自宅でできる若返りの美容法を皆さんの方にシェアできればなと思います。それでは早速いってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日なんですけど、本日はね、ほうれい線の改善に特化した完全保存版のセルフ講座の方を皆さんの方にお届けできればなと思います。はい、そんな形でね、僕はね、今年で46歳なんですけども、こんな形で筋肉を鍛えて、毎日の3分のケアで若返り、10歳若返りしているのかどうなのかわからないですけど、頑張っている感じなんですけども、いかがでしょうか。こんな形で皆さんの方に今回毎日3分のセルフケアで10歳若返る、自宅でできる美容法を皆さんの方にシェアできればと思います。コメントの方でもセルフケアの方を紹介してほしいってコメントがありましたので、今回ねまとめましたので、ぜひ参考にしていただければと思います。最近ほうれい線が深くなった気がするとか、鏡を見るたびに老けた印象が気になるとか、そんなお悩みの方、今回に必見かなと思うんですけども、実はね、正しい方法をケアすればほうれい線はかなり目立ちにくくなるんですよ。今回は原因、セルフケアの方法、 NG 習慣、必要に応じた施術選びまで徹底的に皆さんの方に解説していきたいなと思います。毎日の3分の習慣が5年後、10年後、見た目を大きく変えますので、今回のセルフケア皆さん参考にしていければ非常に嬉しいかなと思います。それでは行ってみましょう。まず1つ目なんですけど、なぜほうれい線はできるのかっていうところをシェアできればなと思います。ほうれい線は加齢とともに自然にできる現象っていうか、表情のシワの一種なんですけども、実はその背景には複数の原因があります。まず1つ目は顔の脂肪の重みと重力になります。頬骨の前のあるね脂肪がね、加齢とともに支えきれず下に落ちてくるんですよ。そうするとこちらのほうれい線が気になるようになってくるっていうところですね。でもう一つが筋肉の衰えですね。顔の表情筋、特にね口元の周辺の筋肉が弱まることで皮膚を支える力が減少してシワが深くなります。でもう一つは肌の弾力の低下ですね。紫外線や乾燥ね、寝不足などが続くとコラーゲンのエラスチンが減少して肌の張りを失います。そして2つ目になります。ほうれい線は左右非対称、意外と知らない真実というところになります。まずね、鏡を見てもらいたいんですけども、ほうれい線なんですけども、左右同じ深さでしょうか。こちらね違うんですよね。実はほとんどの方が左右の深さが異なるというところで、噛み癖だったりとかね、スマホ見る時の首の傾きだったりとか、片方だけで笑うって方もいらっしゃるかと思うんですけども、そんな無意識の生活習慣が左右差に影響しております。まずはね、自分のね癖に気づくことが大事というところで、セルフケアの第一歩のところになります。でそして次が改善の鍵は筋肉と習慣になります。でどうやって改善していくかっていうところなんですけども、キーワードは筋肉の強化と日常の小さな積み重ねになります。セルフケア1なんですけども、いい運動ですね。口をねいーって発音する語尾をキープする、これを5回1日2セットが目安になりますね。やればやるほどここのね筋肉がね鍛えられて引き締まっていくんですよ。ここね最初ねプルプルプルってする方いらっしゃるかと思うんですけども、筋肉ね運動をしている方とお分かりになるかと思うんですけども、最大限運動をバーってしていくとプル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 ね震えるんですよ、筋肉が。その現象と似てるので、最初はね慣れる前はここら辺がね筋肉がね運動していくとこうやっていいってしていくとプルプルってするんですけども、その現象は非常に正しいので、そうなった時はそこの筋肉が鍛えられていると思っていただければいいかなと思いますね。ここのね筋肉が鍛えられることによって口元が引き締まっていきます。でセルフケア2つ目なんですけども、耳上マッサージですね。こちらですね。こちらをね指で引き上げるようにマッサージ、美容外科でも手術とかもあったりするんですけども、引き締まった顔なんですけども、分かりますか？こうやって引き締まった顔なんですけど、ここをね引き上げるようにマッサージをするっていうところですね。実はね顔の筋肉っていうのは頭の方まで筋肉がつながってるので、こちらの筋肉をマッサージすることによってフェイスラインが引き上がるんですよね。指でねこめかみを持ち上げてもいいんですけども、このグーでもいいんですけども、持ち上げて語尾をキープ、圧をかけずに気持ちいい程度で OK でございます。これをね日常的に生活習慣の中に入れることによって口元まで引き上がる感じがするという方もすごく多いんですよね。わかりますか？この状態とこの状態、この差がね出てくるっていうとね、分かりますか？美容外科でもこういうふうにね手術する方もいるんですけども、日常的に3分こういうふうにケアすることによって美容外科の手術じゃなくてもできるので、こういうふうにしてもらえれば非常に
顔が引き締まった顔になるって感じですね。次は筋膜とはなんですけども、筋肉を包んでいる膜ですね。緊張していると顔全体がこわばって下に引っ張られるんですけども、マッサージすることによって表情筋が本来の位置に戻りリフトアップすることになります。次が NG 習慣と見直したい生活習慣になります。いくらケアしても日常生活でマイナス要素を多ければ効果は半減します。NG 習慣なんですけども、猫背でスマホを見続けるですね。顔がたるみやすくなります。次が筋肉を使わないですね。そして次が水分不足になります。肌の張りが失われます。次が急激なダイエットですね。脂肪だけではなく筋肉も減りやすくなります。で、見直したいことなんですけども、1日1回は大きな笑顔を作るですね。笑っていくって言ってくれるってね、ここの筋肉を鍛えていくってことですね。次が食事中に左右バランスをよく噛むですね。次が水を 1.5 リットルから2リットル意識して飲むになりますね。次が睡眠は最低6から7時間とるですね。こちらのことを習慣することによって最大のアンチエイジングになります。で、次なんですけども、それでも悩むなら美容施術との付き合い方になります。急なイベントがあって早く何とかしたいとか、ホームケアに限界を感じているとか、そんな方は美容医療の力を借りるのが一つの選択かなと思いますね。で、1つ目はヒアルロン酸フィラーでシワを埋めるですね。こちらのシワを埋めたりするというところですね。次はコラーゲンを刺激する注射になりますね。ただしどれも効果一時的で日常のケアを継続しなければ元に戻りますので、施術だけに頼らず併用するの意識が非常に大事になってきております。で、次がまとめなんですけども、結局毎日の積み重ねが全てになります。ほうれい線は年齢とともに現れる自然な変化と言われております。完全に消すことは難しくても薄く目立たなくするってことは可能になってくるので、表情筋を鍛える、筋膜を緩める、生活習慣を整える、この3本の柱を意識して毎日3分することが非常に大事になってきておりますね。合わせて美容医療の力を借りてするっていうのもありかなと思うんですけども、まずはこちらの3分しっかりすることによって必ず変わりますので、していただければなと思いますね。そして何よりも大事なのは明るい表情を意識するってことになりますね。実は無意識のしかめっ面とか口元が下がった顔っていうのがほうれい線を深くしてしまうことがあるんですよね。っていうところで笑顔の習慣こそが最高の美容ケアっていうところで、毎日笑って過ごすってことが非常に大事になってきておりますね。そういうところによってストレスがなかったりとか、笑うことによって筋肉も鍛えられる、一石二鳥っていうよりか一石二鳥三鳥みたいな感じだから、そんな感じで意識していただければ非常に嬉しいかなと思います。はい、というところで、毎日3分のケアなんですけども、こめかみのちょっと横のあたりを緩めるですね。で、毎日いい運動ですね。ここの箸を挟んであいうえよいうえよはあるんですけども、そういう運動っていうのは俳優の発声練習だったりとか、顔を緩める運動として舞台だったりとか映画を撮る前とか結構やったりするんですけども、毎日の3分のホームケアで10歳若返りますので、ぜひしていただければと思います。みんなも一緒に若返りしていきましょう。はい、そんな形で今回わからないことありましたら下のコメント欄の方にコメントいただければと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、アニョン。